今回は久しぶりの山梨旅。北杜市に向かっています。お天気も良く、目の前に見える山々が綺麗です。ホテルに向かう前に少し寄り道。やってきたのは中村農場。農場オリジナルの地鶏、甲斐の字シャモをはじめ、山梨県の推奨銘柄鶏、甲州宝都市鶏、そして国内では珍しいホロホロ鳥などを飼育している人気の農場です。食事処のオープンは11時からですが、9時から整理券が配布されているそうです。休日などは混雑するそうなので早めの到着がおすすめ。店員さんを呼んで整理券1番をゲット。時間になるまで隣の直売所を見てみることに。鶏肉だけではなく、生卵や卵を使ったお菓子、マヨネーズなどの調味料もありました。プリンも人気なんだそうですよ。コーチン卵と八ヶ岳卵のパウンドケーキをお土産に購入。11時になり食事処がオープンしました。入り口で注文します。メニューはこちら。父さんは甲斐の字シャモささみチキンカツ。ささみが6本もあってびっくり。ご飯は大盛りにしましたが、ささみカツは通常でこの量なんだそうです。母さんとお姉ちゃんは一番人気の中村農場の親子丼をシェア。こちらもご飯を大盛りにしましたが、普通盛りでよかったかもと思うほどボリューミーです。この親子丼は甲斐の字シャモの鶏肉と八ヶ岳卵を使用しているそうです。美味しそう。卵つけて。スープも鶏の旨味が効いています。親子丼はとろとろ卵がたまらなく美味しいです。一番人気なだけあります。さっぱりした胸肉と弾力のあるもも肉が入っていました。父さんからささみカツのお裾分け。このささみカツがびっくりするくらい柔らかいんです。しかも普段スーパーで見かけるささみの倍くらい大きい気がします。親子丼もささみカツ定食も甲乙つけがたいくらいどちらも美味しかったです。ごちそうさまでした。お腹も満たされたところでいよいよホテルへ向かいます。本日宿泊するのはグランドメルキュール八ヶ岳リゾート&スパ。2024年にオープンした高原に佇むリゾートホテル。八ヶ岳、南アルプス、富士山、
日本を代表する高値を望む圧倒的な開放感が魅力です。2025年には新たにエグゼクティブラウンジがオープン。その先左方向です。大型キッズパークや2つのラウンジを備え、八ヶ岳の澄んだ夜空を楽しめる星空鑑賞でも人気のホテルです。右斜め後ろ方向です。目的地周辺です。アクセスは首都圏から約2時間。電車でも新宿駅から約2時間15分ほど。ホテルの最寄り、界大泉駅からホテルまで無料送迎バスが利用できます。まもなく目的地付近です。ホテルが見えてきました。目的地に到着しました。案内を終了します。運転お疲れ様でした。駐車場はホテルの目の前にあり無料で利用できます。館内はスタイリッシュで洗練された雰囲気。どこか海外のホテルのような近代的な空間が広がります。こちらがフロント。お部屋への入室は15時からですが、チェックイン手続きは13時からできます。夕食は5時半から9時まで召し上がれます。で、明日最終日の朝食はこちら時間からお好きな時間に入場いただいて9時半まで召し上がれます。3階の森のラウンジでは無料でドリンクやスナックを提供しております。提供時間は3時から6時まででございます。エグゼクティブラウンジは後ろにすぐ見える緑に囲まれたラウンジでございます。入場の際に専用機が必要となっておりますので、こちら竹の木が専用機でございます。営業時間は3時から6時までで、夜は9時から11時まででございます。それでは館内を見てみます。こちらはアメニティと館内着コーナー。ヘアブラシ、コットン、シェーバー、歯ブラシなど。大人用の浴衣はお部屋にあるそうなので、100センチと130センチのサムエ。備え付けの浴衣が大きい場合の SS サイズの浴衣がありました。こちらはコワーキングスペース。ビジネスでの利用、読書などにも便利な空間です。チェックイン前に手荷物を預ける場合はこちらのロッカーへ。こちらは喫煙スペース。グランドメルキュール八ヶ岳には14時から利用できる施設があるので、まずはそちらをご紹介します。こちらは2025年6月7日にオープンした森のラウンジ。畳敷きの空間で足を伸ばしてくつろげるのが特徴。今の季節はこたつが設置されているそうです。テーブルの角にサポーターがついているのは親切ですね。天気が良ければラウンジから富士山を眺めることもできます。小説や写真集、絵本、コミックなど約4000冊の書籍を自由に楽しめます。お子様用の絵本やボードゲームなどもありました。15時になったらドリンクや軽食が提供されるので、
後でまた来てみます。こちらはアクティビティルーム。快適すぎて動けなくなる魔法のソファーや輪投げなどがあります。木製ボールプールにバランス遊具もあって全身で楽しめますね。こちらはトレインルーム。木製レールを使って自由に街づくり。想像力を膨らませながら遊べる空間です。サウンドルームでは木のぬくもりに包まれながら音を奏でる体験ができます。木製の楽器で演奏するこの空間は森の音楽会のような癒しの時間が流れます。こちらは全天候型アクティビティ施設森のエイト。この大きな遊具は機能満載のキッズアスレチックアリノスタワー。手で漕ぐトロッコやチューブスライダー、ネットブリッジやトンネル、デコボコクッションなど体と頭を目いっぱい使って遊べるアスレチックが充実しています。遊園地みたいです。手で漕ぐトロッコは大人気。読書コーナー。絵本から動物図鑑まであり、小さいお子様でも楽しめそうなスペースです。ボルダリングもあります。こちらはキッズマウンテンエリア。0歳から6歳児までの未就学児を対象としたキッズゾーンです。すべてに丸みを帯びた作りで安全性が高く、小さなお子様も安心してお使いいただける優しい印象のエリアでした。0歳から利用できるスペースまで。飲食ができるエリアもありました。こちらは星空サーキット。小学生以上のお子様向けのドリフト三輪車コース。ヘルメットや膝当てなどもあるので安心。お姉ちゃんは身長がギリギリで足に力が入らないのでスピードがあまり出ず。父さんがやってみると母さんも試してみましたが全然できませんでした。でもスピード感があって楽しかったです。こちらは卓球ルーム。予約不要で自由に利用できます。
こちらは足つぼサッカー。本来はキックする側とキーパー側の両方に足つぼがあります。こちらはベビーフレンドリールーム。ベビーカー、ベビーベッド、おむつや消臭袋、踏み台、補助便座などが揃っていて、赤ちゃん連れでも安心です。7階にやってきました。こちらには八ヶ岳空デッキがあります。利用時間は日の出から21時30分まで。奥に見える建物は夜になると星空鑑賞会が行われる天体ドームです。なんと富士山も眺めることができます。富士山の隣には南アルプス。反対側には八ヶ岳を眺めることができます。この空デッキからは富士山をはじめ南アルプスや八ヶ岳といった日本を代表する高嶺の景色を一望できます。天気が良い日は朝焼けや夕焼けも綺麗なのでおすすめです。15時になりラウンジがオープンしました。こちらは2025年6月7日にオープンしたエグゼクティブラウンジ。利用時間は15時から18時、そして21時から23時まで。エグゼクティブツイン、またはすべてのスイートルーム宿泊者専用の特別な空間です。おつまみを見てみます。野菜チップスフライ、ドライフルーツのレモンとオレンジ、ドライフルーツのリンゴとイチゴ、ドライフルーツの桃とさくらんぼ、小石チョコレート、パスタスナックチーズ味、甲州ワインビーフエビせんべいステーキ風味、ミニハートマシュマロ、なんとハーゲンダッツもあります。抹茶、バニラ、ストロベリーです。ドリンクも見てみます。白ワインが2種類、赤ワインが2種類、キリンの生ビール、ジュース類、コーヒーマシーンもあります。ドリンクをグラスでいただけるのは嬉しいですね。早速いただきます。最初はビールをいただきます。乾杯。大人からお子様まで幅広く楽しめるラインナップですね。野菜チップスのポリポリ感がたまりません。
お姉ちゃんはドライフルーツが美味しいそうです。2杯目はワインにしました。ハーゲンダッツもいただきます。父さんがバニラで、お姉ちゃんがストロベリー、母さんが抹茶です。デコレーションしちゃいましょう。抹茶アイスにフルーティーさが加わって一層美味しくなりました。飲んで食べてくつろげて楽しいラウンジでした。ラウンジの近くにはショップがあります。営業時間は16時30分から21時まで。アップルパイや黒玉、信玄餅など山梨ならではのお菓子やおつまみが揃っています。山梨のお酒などもありました。次は客室へ向かいます。今回宿泊するのはエグゼクティブツイン。余計なものを削ぎ落としたミニマルで美しいデザインのお部屋です。ベッドはセミダブル。景色はどうでしょう。なんと富士山ビューでした。富士山だけではなく南アルプスも一望できます。窓側から見るお部屋はこんな感じ。こちらには冷蔵庫やお茶セットがあります。お部屋にはペットボトルのお水はありませんが、こちらのボトルが用意されていて、廊下のウォーターサーバーから自由にお水を汲むことができます。タオルセット。フリーサイズの浴衣が備え付けられています。テレビではアカウントがあれば YouTube なども見れます。眺めが良く、開放感のあるお部屋でしたね。この冬に新しくオープンした別の客室も見せていただけることになりましたので、そちらもご紹介します。
こちらが新しくオープンした和モダンファミリールーム。広縁まで畳を敷き詰めたフルフラット設計のお部屋。段差のない室内は小さなお子様も安心です。最大5名まで利用でき、3世代でも安心して過ごせそうなお部屋でした。次は大浴場のご紹介です。利用時間は15時から23時、翌朝は6時から10時までです。翌日の男女入れ替えはありません。こちらで館内履きを脱ぎ、鍵付きのシューズボックスへ。こちらは温泉ラウンジ。ラウンジでは山梨県産の桑の葉茶、南部茶、ウォーターサーバー、フルーツドリンクなどが用意されています。内湯は間接照明が美しく、洗練された雰囲気。泉質はナトリウム炭酸水素塩泉。美人の湯として知られ、体の芯から温まるお湯です。こちらは露天温泉岩風呂。朝は鳥のさえずりが響き渡り、夜は降り注ぐような満天の星を眺める空間で、美人の湯をのんびり堪能できます。大浴場を出たところにはマッサージ機があります。森のラウンジに来ました。15時から18時までドリンクやお菓子の提供があります。こちらのお菓子やドリンクは宿泊者全員が利用できます。ビールはキリンとアサヒ、ジン、スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、紅茶、コーヒー、ソフトドリンク、クッキー、グミ、ミニハートマシュマロ、小石チョコレート、ラムネ、ドライフルーツ、野菜チップスフライ、パスタスナックチーズ味、甲州ワインビーフエビせんべいステーキ風味。こたつで温まりながらビールをいただくのは最高です。夕食の時間になりました。この日のレストラン利用時間は17時30分から21時まで。時間制限は設けられていませんが、混み合う日は90分ごとに区切られるとのことです。席は自由席です。富士山が見える席もありました。会場は2つのお部屋に分かれていますが、どちらにもライブキッチンがあったりと別のお料理が並んでいます。まずはサラダコーナー。
餃子は焼きたてです。表面がパリパリで美味しそう。こちらはキッズコーナー。こちらにはカレーや山梨名物のほうとうなどがあります。こちらは鍋料理や麺類のコーナー。こちらはパンコーナー。こちらは汁物やご飯のコーナー。一応ね、これ甲州ワインビーフっていうお肉になりますね。山梨県のブランド牛になります。はい、じゃあどうぞ。グラフォアビーフバーガーもあります。どうぞお待たせしました。美味しそうです。
こちらはデザートコーナー。焼きたてのクッキーシュークリームもいただけます。いちごモンブランは注文してから一つずつ絞ってくれます。どうぞお召し上がりください。華やかな見た目だけでなく、とても美味しそうです。クロッフルは自分でデコレーションをして楽しめます。お子様も楽しめそうです。こちらにもスイーツが並んでいます。こちらはドリンクコーナー。甲州の白ワインや日本酒は冷蔵庫で冷やされています。ノンアルコールカクテルのレシピもあるのはありがたいですね。早速お料理を盛り付けていきます。ローストビーフはたっぷりいただきます。富士桜ポークのウインナーは長いです。最初はビールにしました。今日もたくさん持ってきました。お姉ちゃんはこんな感じ。父さんはこまめにおかわりに行くタイプなので、最初は控えめなスタート。乾杯。お刺身からいただきます。
程よく脂が乗っていて美味しいです。サーモンもいい感じ。甲州ワインビーフの焼きしゃぶ。少し冷めちゃいましたが、ほんのりワインの味がして美味しい。出来たてだったらもっと美味しかったはず。グラフォアビーフバーガー。グランドメルキュール南房総に行った時もいただきましたが、グラフォアが濃厚で美味しいんですよね。お姉ちゃんの顔と同じくらいの大きさのロングソーセージ。ワインとも合いそうです。人気メニューのローストビーフ。さっぱりしていていくらでも食べられそう。父さんとお姉ちゃんとシェアしたんですが、2人ともお気に召した様子。お姉ちゃんとラーメンを作ります。完成です。豚骨魚介系のラーメンと餃子のセット。魚介のラーメンって好き嫌いが分かれるみたいですが、母さんは結構好きです。餃子はジューシーでラーメンと合う。お姉ちゃんも豚骨魚介系のラーメンが大好き。デザートにストロベリーモンブランをいただきます。どうぞお召し上がりください。クッキーシューもいただきます。金精軒の信玄餅。厳選した国産のもち米粉と国産大豆を自社で焙煎製粉したきな粉を使用した有名な信玄餅なんだそうです。デザートのお供は甲州のスパークリングワインにしました。もちっとした信玄餅はシンプルな美味しさ。父さんにもお裾分けしたんですが、美味しいと言ってたくさん食べていました。デザートまでおしゃれかつ本格的なので、最後までテンションが上がりっぱなしです。モンブランは甘酸っぱくてさっぱりいただけました。最後まで大満足です。ごちそうさまでした。夕食後は体を動かしてカロリーを消費。
お姉ちゃん卓球特訓中です。森のラウンジに来ました。我が家にはこたつがないので、こたつ体験ができて嬉しいお姉ちゃん。せーの。最初はグー。じゃんけんぽい。チョキ。じゃあ、リンゴを描こう。ここまで来たら一個一個潰してきます。意外といい感じ。リンゴです。空デッキでは20時から21時30分まで星空鑑賞会が行われています。専門スタッフさんの解説を聞きながら親子で楽しめる特別な体験です。お姉ちゃんは星が大好きなので、このイベントを一番楽しみにしていました。天体観察ツアーをスタートしますけれども、ちょっとですね、望遠鏡をご案内する前に、今見えている星座など、ちょっと簡単に解説させていただきますね。まずですね、こちらが今ライト照らしている、こちらがですね、北の方角になります。で、北の空を見上げていただくと、今の季節、このポールの右手に星が5つこうジグザグにね、並んでいるところがあります。こちらがカシオペア座と申します。天体ドームの中の方もご紹介させていただきたいと思います。こちらがですね、当ホテルの天体望遠鏡になります。こちらの筒の大きさ、口径と申しますけども、約28センチの反射式という方式の望遠鏡になります。木星のね、周りには小さな星があるんですけども、この小さい星をガリレオ衛星と呼んでいます。木星の周りを回る月のような天体ですね。この日は木星を見たんですが、遠目に縞模様の球体がしっかり見れました。見ましたかね。はい、ありがとうございます。今度は木星に雲がかかってしまい見えなくなったため、月を見ることにしましたが、クレーターがくっきり見えてとても衝撃でした。隠れちゃったかな。ちょっと、また見えてきましたよ。見えてきたかな。ナイトキャップの時間になりました。21時から23時までゆったりとした大人の時間を楽しめます。こちらがエグゼクティブラウンジ。その隣はすべてのお客様が利用できるラウンジになっています。今の時間帯は森のラウンジのスナック提供が終了しているため、こちらで軽食を楽しめます。スナック類を見てみます。チーズ、野菜チップスフライ、小石チョコレート、ミニハートマシュマロ、ドライフルーツのさくらんぼ、甲州ワインビーフエビせんべいステーキ風味、パスタスナックチーズ味。ドリンクも見てみます。ソフトドリンク、コーヒー類、アルコールは白ワイン、赤ワイン、ウイスキーなどがあります。エグゼクティブラウンジも見てみましょう。おつまみの内容が変わっています。
野菜チップスフライ、バスクチーズケーキ、紅茶鴨のスモーク、チーズ、ドライフルーツのリンゴとイチゴ、ドライフルーツの桃とさくらんぼ、ドライフルーツのレモンとオレンジ。エグゼクティブラウンジにはビールがありました。清里ラガーは山梨県北杜市の八ヶ岳ブルワリーが醸造する地元のブランド米李北米コシヒカリを使用したすっきりとした味わいのクラフトビールです。赤ワインは2種類、白ワイン、サントリーウイスキー屋をはじめ焼酎やジンなど種類は豊富。漬け込み酒もありました。ソフトドリンク類は日中と同じです。清里ラガーで乾杯します。清里ラガーはワールドビアアワード2023で世界最高賞を受賞されたビールなんだそうです。昭和のビールを思わせるようなどこか懐かしく軽やかな味わい。チーズやチーズケーキがとても美味しかったです。おはようございます。今日もいい天気です。朝食の時間になりました。朝食は7時から9時まで。この日は時間制限はありませんでしたが、混み合う日は60分制になることもあるようです。
こちらはパンコーナー。ミニホットドッグなどお好みのトッピングで楽しめます。エンタメ絶景癒し1日サーモンベネディクトは注文するとその場で作ってくれます。ソースをたっぷりかけて見た目がおしゃれな一品。パンはレストラン内で焼いているので良い香りが漂っています。うどんやフォーが作れるコーナー。ライブキッチンでは焼きたてのフレンチトーストがいただけます。八ヶ岳産の卵と八ヶ岳高原牛乳でつけたフレンチトーストなんだそうです。ジャムも八ヶ岳産です。こちらはデザートコーナー。こちらはドリンクコーナー。早速盛り付けていきます。
ビリヤニもいただきます。父さんは甲州ワインビーフの牛丼を作るそうです。お姉ちゃんはホットドッグを作っていました。スムージーもいただきます。こんな感じで持ってきました。お姉ちゃんはこんな感じ。父さんはこんな感じ。スムージーで乾杯。野菜からいただきます。お姉ちゃんはチーズたっぷりのホットドッグ。朝食のビュッフェでこんなにおしゃれなメニューがあるのは驚きです。卵とソースがまろやかで美味しいです。父さんはグラタンクリーミーコロッケがお気に入り。フレンチトーストは冷めてしまいましたが、柔らかくて美味しいです。デザートはスムージーとソフトクリームをいただきます。八ヶ岳牛乳のソフトクリームですから濃厚なこと間違いなし。ミルク感が濃い。朝食も洋食に和食とメニューが豊富でついつい食べ過ぎてしまいました。スムージーは2種類ありましたが美味しくておかわりしちゃいました。朝食も大満足です。ごちそうさまでした。じゃんけんするよ。パーを出すよ。でも嘘かもしれないよ。いくよ。最初はグー、じゃんけんぽい。わーい。じゃんけんおしまい。レストランの前にはお持ち帰り用のコーヒーがありました。チェックアウトの時間になりました。チェックアウトは11時までですが、森のラウンジは13時まで利用ができます。実質23時間滞在ができるというのは魅力的なポイントです。最後に、グランドメルキュール八ヶ岳リゾート&スパの料金と宿泊した感想をお話しします。宿泊料金は1泊2食付き、大人1名、13,500円ほどから予約できます。エグゼクティブラウンジ付きのプランだと1泊2食付き、大人1名、16,900円ほど。小学生以上は大人と同料金、未就学児の食事付きは3,267円、食事寝具なしのお子様は1,100円です。
グランドメルキュール八ヶ岳リゾート&スパは八ヶ岳の自然に囲まれながら食事と温泉をゆっくり楽しめる大人も子供も満足できるホテルだと感じました。個人的にこのホテルで一番印象に残ったのは星空観測の時間でした。お姉ちゃんが天体好きで想像以上に喜んでくれたこともありましたが、木星や月を自分の目で見たのは初めてで、私にとってもとても貴重な体験でした。夕食、朝食ともにライブキッチンが充実していて、山梨ならではのメニューやお酒の品揃えが豊富な点もとても良かったです。デザートのクオリティが高いのも嬉しいポイントでした。グランドメルキュール八ヶ岳リゾート&スパの詳細は概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。今回も大変長い動画になりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。